ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、新ヒーローのアミラについて、現時点で分かっている情報をお伝えしようと思います。アミラは、全タイプのヒーローに対して、ある程度のカウンタースキルを持つ面白いヒーローです。ただし、すべての魔法ダメージヒーローの宿命で、アミラはアイザックやルーファスを苦手としていると思われます。まず最初に、アミラの第一スキルについてお話をします。アミラの第一スキルは遅れて発動するタイプの範囲攻撃で、第一スキルが発動してから実際に対戦相手にダメージを与えるまでに、タイムラグ、時間差、が発生します。アミラの第一スキル発動からダメージ発動までの間に、敵から受けたアミラのダメージ量で攻撃の威力が減るという点が、タイムラグを発生させる仕組みとなっていて、やり方次第では対戦相手に突如として大きなダメージを与えることが起こりうるのです。アミラの第2スキルはクリティカル攻撃に対するカウンターとなり、アミラがヘリオスと組む場合は、鬼に金棒の状態となります。魔法攻撃に対策を施していない敵チームに対して、素早さが主要ステータスの敵にクリティカルファンブル、クリティカルが発生すると攻撃ミスを発生させ、これがアミラの持つ第2スキルの仕組みになっています。つまり、アミラとヘリオスを併用することにより、対戦相手のクリティカル攻撃を失敗させると同時に、敵が失敗したクリティカル攻撃と同様のダメージを対戦相手に与える仕様になっています。しかも、アミラの魔法攻撃バフがやたらと魔法攻撃力の高いヘリオスに、時間差に関係なく加算される鬼仕様となっています。さらに、このアミラの第2スキルは戦場に影響する、デバフに該当しないスキル効果、なので、敵チームがセバスチャンを用いてもアミラの第2スキルを解除することはできません。ただし、アミラの第2スキルの対象が素早さを主要ステータスに持つヒーロー限定なので、銃などの力を主要ステータスとする一部のヒーローのクリティカル攻撃には、アミラの第2スキルが及ばないと思われ、すべてのクリティカル攻撃に強いわけではありません。まあ、素早さが主要ステータスのヒーローにクリティカル付与のバフが乗ってクリティカルが発生するときは、ダメージが激減するのでかなり嫌なスキルになります。セバスチャンとヤスミンのクリティカル攻撃が大爆発するような戦闘では、アミラのカウンター攻撃の餌食になる可能性が濃厚になるというわけです。次に、アミラの第3スキルについてです。これは魔法系ヒーローに対してのカウンタースキルになります。知力が主要ステータスの敵に対してカウンターとなるスキルです。ダメージが知力で算出される敵のヒーローは攻撃力が減少しますが、回復力が増えるので、攻撃力が弱い敵のヒーラーだけは逆に恩恵を受けることになります。しかし、アミラの第3スキルはダメージも一緒に与えるので、効果そのものは総合的にプラスになっています。最後にアミラの第4スキルですが、これは主要ステータスが力のヒーローの特殊バフを横取りして不発にさせるので、アンドバリア・アスタロスのカバイスキルをスルーしつつ、敵に大ダメージを与えることが可能になります。しかしながら、アミラの第3スキルがスタンまで無効化できるわけではありません。アミラは非常にピーキーでトリッキーなヒーローだと言えます。アミラの能力を総合的に分析するよう。アミラの持つ攻撃力の話をすると、クリティカル攻撃能力を所持した素早さを主要ステータスにする敵チームに対して、アミラは天敵となります。つまり、アミラは、ヤスミン、セバスチャン、デアデビル、アルテミス、イシュマエルの天敵ということです。そして、アミラ対策としては、魔法攻撃に強いアイザックを自分のチーム編成に入れておけば、ある程度カウンターできます。それって、アミラ対策としてアイザックが起用される回数が増えるってこと？魔法系ヒーローがますます不利になるんだね。アミラの起用法について、話をするよ。グランドアリーナでヘリオスとアミラを併用するか、分業チームを作って素早さメインのチームを中心にカウンターするのがアミラの良い使い方でしょう。ギルド戦やアリーナの防衛に使う場合、
対策が立てられやすいので、アミラは防衛戦に不向きだと思われます。アミラに対しても非常にカウンター要素の強いアイザックの価値が上がってしまったと思われますが、アイザックのいるチームも他の攻撃と併用で倒せないわけではありません。攻撃方法の選択肢がアミラの登場により増えたことで、一つだけのメインチームでヒーローウォーズを楽しんでいるプレイヤーの中には、育成するヒーローの変更を余儀なくされる人もいるかもしれません。まあ、このゲーム自体、最終的には複数の対策チームを扱えないと、トップを目指せないゲーム性なので、メインチームの育成が終わった後は、複数の対策チームの育成が急務となります。話をまとめるよ。アミラの登場は、ヒーローウォーズの今後の方向性を暗示しているように思えます。基本的なアーティファクトのバフを使った戦術も、新ゲーム要素のアスガルドの誕生と、ペットのアクセルの登場であまり有効的な戦術と言えなくなってしまいました。以前のヒーローウォーズでは、一番アーティファクトの相乗効果を意識しているだけで戦闘に勝利することができましたが、今現在のヒーローウォーズでは、ヒーローの持つスキルの相乗効果を活用するチーム編成が主流になりつつあるのです。コントロールや支援のヒーローを上手に活用する必要性が高まったと言えると思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。